はい、皆さんこんにちは。鳥居のチャンネルです。はい、今回はですね、青島から発売されましたダンクーガーの方、まずはパチ組みしてみましたんで、作った時の感想とですね、それとですね、これから完成に向けてどうやって作っていこうかなって思ってることをね、語っていきたいかなと思っております。いやね、これ2種類発売されて、これ一般売りのやつなんでね、剣持ってるんですけど、あともう一個銃持ってね、背中の羽もね、翼も違うやつがね、青島さんで直売でね、出てたんですけどね、私買ったの一般売りの方でね、上信さんの方でね、ちょっとポイントも使いながら、ギリギリ1万円ぐらいで買ったんですけど、はい、こんな感じでね、組み立てて、手の拳の方もね、こんなに種類ついてて、背中の砲塔もね、大きめのやつとね、ちっちゃいものついて、剣も2種類、透明の赤のものとグレーのものがあります。はい、こんな感じでね、ダンクーガー組むとね、いい感じで仕上がってくるかなっていう感じですね。足の方もね、これで、引き出し関節になっておりましてね、下の方にずらすとこのように上の方上がるという、こういうギミックになっております。これポリキャップなんですね、グレーのね。これが上下動くことで足のね引き出しができるっていう。ただね、胴と腰回りが若干空いてしまうのが気になるポイントですかね。はい、そしてこれが砲塔で、これも砲塔です。2種類ついててね、もうこの小さいやつはね、見栄え用なんですかね、羽つけた時のね。そして大きい方がね、可動で背中側からね、頭の後ろへせり出してくるっていう方となっております。はい、そして足のね、こちらですね、ライガーの方見してますけどね、そして頭部のイーグルファイターのね、変形した顔になります。肩もね、こんなね、せり上がり方するような、そういうフル稼働アクションができるプラスチックモデルになってます。ただね、変形合体っていうのができないんでね、そこがちょっと残念なとこかなとは思うんですけどね。はい、そしてここのね、キャタピラが動きましたよね。膝関節と連動してこういう風に落ちるようなギミックになっております。膝が動くとね、上がったり下がったりするっていう、これが一つ売りですかね、このフルアクションモデルの。はい、ライガーなんですけどね、ランドライガーでしたっけ。はい、こちらがこのような感じになっておりまして、はい、ランドクーガーですね、サラが乗ってたやつですね。黒ヒョウですかね。はい、そしてね、足の方外してみてね、はい、こんな感じでね、戦車型タイプになってるんですけど、なんかね、頑張れば変形できそうな気がね、する造形なんで、変形させちゃおうかな、どうしようかなって正直考えております。ダンクーガーはね、私個人的には結構好きでね、大昔放送当時ちょい過ぎぐらいかな、ダンクーガーのスクラッチがね、モデルグラフィックス乗った時すんげえこれとか思ったんですけどね、いつか自分もやってみたいな思いながら、当時放映のダンクーガーの超合金もね、ちょっとプレネになった時に20代の頃かな、入手して考えたりもしたんですけどね、プラスチックキットで出てくるとは。ただ変形はしないんで、今頭部取ってね、これ変形さすのどうだろうかっていう風にね考えてたんですけれど、はい、この通りね、結構難しいかなっていうのが正直、もうこのまま綺麗にね、表面処理もして塗装して終わっちゃおうかな思いながら、でもやっぱりなと思いながら、はい、指のね大きさとここのね、イーグルファイターの腕のところのね形がね、大きさがね、ちょっと変形さすのこれ無理なんでないかいって思うような大きさですかね。モデレロイドから出てきたのかな、出るのかな、それのプラスチックモデルは変形するけど確か組み替えだったと思うんですよね。でバンダイさんの SMP もね組み替えだったと思うんで、組み替えなしでねなんとかしたいな思うんですけどね、若干どうしてもちっちゃいかなっていう感はありますね、イーグルファイターが。はい、武蔵屋さんの瓦礫のね72のキャストキット昔作ったことあるんですけどね、あれはあれですごかったです。はい、はい、あれはねちょっともう手元には残ってなくて人にあげちゃったんですけどね、あれぐらいの大きさで作ると胴体
ってどれくらいでかくなるのっていう大きさだったんでね。はい、そして羽のとこ見しておりますけどね、これが青島さん直売の方やったらね、砲塔の方のねキャノン砲のついた羽になるんですけれど、一般売りはねこんな感じの羽になってます。羽がついてるのってどうなんですかね。はい、OVA かなんかで見たかないう気がするんですけどね、本放送の時もあったのかな、後半かな、あんまり羽ついてなかった時のイメージの方が私強いんでね。はい、こんな感じでね、割とマッシブで、はい、いい感じのダンクーガになっております。はい、コックピットのね、キャノピーのとこですね、これもこのクリアレッドでねできてて、コックピット内部まではちょっとないんでね、ちょっとそこが寂しいかなとは思うんですけどね。これで1万円超えてますからね、定価は。もう結構2個目買ってじゃあ変形っていうのもちょっとね、価格的にちょっと厳しいんで、この1体でねどうにか何かしようかなと思いつつ、やっぱりやめようかなっていうのが正直なところでございます。はい、このようなねいい感じのなんか成型色も使いながらの、色塗らない人でもねこのまま飾ってても、いいんじゃないかなっていうキットにはなってます。ただ私基本的に色塗る人なんでね、塗りたいかな思ってて、で対比で144分の1のガンプラ持ってきたんですけどね。はい、ポケセンのね、ジムコマンドの B クラ瓦礫使ったやつですね、パーツをね。これぐらいの大きさの差になるよっていう感じでね持ってきましたけど、皆さんいかがでしょうか。買われた方おられますか。はい、これからはね制作動画で組んでるところをねご紹介していきたいと思うんですけどね、パッケージの方ですね。パッケージがねいつものデジカメの位置からだとね映らないんですよね。全体像がもう一部だけなんですけどね、こんな感じでねかっこいい箱があって、中にはみっちりとランナーが入っておりました。グレーパーツでね、足のパーツ、そして羽のパーツ、それからこれは関節部分のパーツですね。そしてこれははい足のね、ランドライガーランドクーガのパーツが来てて、あと砲塔が来て、肩あたりのパーツ、本体体のパーツですね、モスのとこですかね。そして剣ですね、剣がねあって、あとキャノピーですね。はい、そしてはいポリキャップとクリアパーツですね。もうめちゃくちゃ入ってます。はい、そしてキャタピラのとこと関節部ですね、膝あたりですかね。はい、まだあります。足のパーツ、それからこれはシールが入ってましたね。はい、それで組んでいくんですけど、まず組み方は設計図通りにね従いながら作っていったんですけど、これ頭部でねイーグルファイターが変形したダンクーガの頭部になります。はい、組みながらね、初期の超合金のイーグルファイターも、ね、変形ああだったなこうだったな思い出しながら、そして72の武蔵屋のイーグルファイターの瓦礫とかもね作ったのを思い出しながらね、こんな風に大島さんは作ったんだって思いながら組んでいきました。はい、ここのねコックピットね、コックピットは中身はなくって、はい、クリアパーツの風貌だけにはなりますけどね。はい、ここをね頭部どうやってつけようかなっていうのはあったんですけど、はい、このように差し込みまして、そして後頭部のとこで、後頭部のとこに腕が確か曲がってきてるんですよね。はい、で頬当てっていうか、耳というか側面部の裏側に足がこうグリッと曲がって入って、足のつま先が確かね、顎下あたりにね両脇に出てきてるみたいな、そんな造形になってますね。はい、そして今ねこれ顔のとこで、今目のパーツがね、目がクリアパーツなんでね、変形させないんやったらここにね LED 通して光らしてもいいのかなっていう、そんな感じの組み方になってますかね。
はい、ここは今白というかライトグレーのね、囲いのパーツ、機銃だかミサイルだかのねところのイーグルファイターのね羽の両端のところね、変形したらこの頭の頭頂部のとこ来るねパーツを作って、これで頭部ができました。はい、そしたらね、まあ本体胴体のところですね、ビッグモスですかね。はい、もうこれもね作りがすごいんですわ。もうここがね関節ね、背中の銃というか砲塔っていうかミサイルランチャーっていうか、そこの取り付け基部のとこですね。そこがねボールジョイントではめ込みになって、あと横からグリンと背中から横へグリンと出る、そういう機構の持ったねパーツになります。ただこれ作ってて思ったのはね、やっぱ割とはめ込み式なんで、ピンとダボが割と多いんで、変形さそうと思った時にどうしてもモスのコックピットのところを首のところ、ダンクーガーの首のところ、合体基部のところまでグリッと回さなきゃいけないと思うんで、そこをするのに結構大改造がいるのかなっていう、そういう感じはしますね。結構ねそれ大変かもしれない。はい、ここにねポリキャップ入れようかな思ってねやってますけどね、こっち側の方がいいやでつけてますね。これお腹のとこですね。はい、で、赤と赤の間のとこ、真ん中のところですけどね、これゾウさんの鼻のとこですね、モスの鼻のとこですね。はい、そしてね今これ片側のとこですね、片サイドのとこもこんな感じになっております。はい、ちょっと改めて見てるとね、改造本当にできるんやろうかっていう変形合体のね、やっぱそんな気になってきますね。ここの内側の構造を見てるとね、何度か見てね考えてはいるんですけどね、実現するかどうか改めて今編集しながらね見てるんですけど、ね、ちょっと悩ましいかもしれないですね。でもまあできんことはないかな。はい、そしてねまたこちらもねはめ込んでね、肩あたりのパーツですかね作っておりますけどね、首ですね。はい、首でした。間違いでした。首もどうするかですね。ダンクーガの頭になる前に、モスのね、ヒューマノイド型のね、顔があるんでね、あれをどうやって出すか、こう、反転でくるりと出す、トイもあるみたいなんですけれど、ここね、どうするかね、ここも悩ましいですよね。で、ここがね、もう改造しないんやったら、もう首がかなりこうグリンと動くんで、上向きの状態で飛んでる時のね、首の位置にね持ってこれるんで、すごくいいところにある首だとは思うんですけどね、変形さそうかな思ったら悩ましい位置になります。はい、ここの内部構造ね結構ピンダボたくさんあるでしょう今作ってて。ここをねクリアランス作らないと、モスのコックピットと、あとねモスの頭をどうするか問題があるんでね、ちょっとここをどうするっていう風に、はい、思ってしまいますね。はい、そして今作ってるのは、片側の両端かの、右だか左だかのとこですね。こういう風にね、関節肩にかかる関節がね入ってみっちりパーツも入ってますんでね。はい、ちょっと画角からね外れてしまってね申し訳なかった点もあるんですけど、これをねこのようにはめ込みます。はい、反対側もやってるところですかね。反対側ね、一回やったらね反対側はほぼ一緒なんで、ミラーで反転してるだけなんでね、もう容量は分かってるんで。はい、そして組んでいきます。
はい、ここのね四角の穴にね通してね、これでガッチリいったとこですかね。はい、そしてねクリアパーツ持ってますけどね、これモスの目のところになるやつですね。コックピットの下あたりにあるね、はい、マンモス形態の時のね目になっちゃうとこですね。塗装をするときはここをマスキングしてやらないとね、塗料かぶっちゃいますかね。エアブラシでやるとね。はい、そういった箇所になるかと思います。モスの目ですね。はい、両サイドね、コックピット付近のね、パーツを取り付けていきますね。はい、このようにね組んでいきます。コックピットのね内部がないのがねちょっと寂しいかなという方はね、またねいじってこの辺り作ってもいいかなと思います。はい、ヤスリでね、バリをちょっと削ってあげてね、風防の方、キャノピーの方をはめてあげます。でキャノピーの方はね、もうお気づきの方はおられるかと思うんですけど、このキャノピーのラインのとこはもうすでに青島さんの方でね塗ってくださってるんでね、そこの手間は省けてるかとは思います。無塗装派の人はねそれでね、いいんじゃないかなと思うんですけどね、塗装派としてはね、他の色とちょっとかぶったら、トーンの色のズレがあったらね、あれなんで、マスキングして塗るかもしれないですけど、はい、そんな感じでね、はい、ここのね、コックピットを差し込もうとしております。ここのコックピットブロックの、はい、変形がね、悩ましいな。で、あとこの牙ですね。あと、モスの時のね、耳の位置ですね。これも超合金のね、触ってる人の動画とか見ててね、この頃の超合金の方ね、平成とか令和の時のね、やっぱりなんかいろいろこう、おもちゃメーカーさん考えてやったんやなっていうのは見てるんですけど、それをこのプラモデルでどう活かしていくかっていうのを考えながら組んでます。はい、でも、変形本当に刺すかどうかちょっとね、悩ましいかな。はい、牙もね、この牙のところもね、すごく造形いいんですよね、この曲がり方ね、だいぶ掘れました。はい、で、この耳のところのね、耳の形もね、尖っててすごくいい感じです。はい、で、これ、背中のね、ミサイルランチャーみたいなやつかな。はい、これもね、組んでいきます。組み方はね、すごく簡単です。はい、ここのボールジョイントにあとはめてあげればね、これで OK です。はい、そしたら次はね、腰の部分ですね。腰の部分を組んでいっております。これね、ポリキャップ4ミリ、5ミリが多かったかな、穴の径がね、中心径が。はい、このようにして、で、これが引き出し関節になる。引き出しというかね、こう、スライドすることでね、足が前の方に出たりするね、そういうギミックになります。で、今、鼻をね、つけようとしてるんですけどね、なんかちょっと付け間違いがあったんでね、付け直ししておりますけどね。はい、でお尻のところにね穴があるんでね、ベースに突き立てることがね飛行状態をねすることが可能となりますね。はい、そうしましたらね今やってるのはね腰からね、足太ももとつながるとこですね。はい、両腰か、両腰のとこになりますけどね。はい、ポリキャップもねたくさん使ってます。はい、このようにね刺してね、はい、で赤色のパーツも差し込んで、これで右側の腰がねできました。もう一個左側の腰もね作るんですけどね、もうミラー構造になってるんでね
一緒です。関節はね、全く一緒の感じのものを使ってるんで。まあ、青島さんのね、キット、昭和のキットばっかり作ってたんで、まあ、久しぶりに令和最新のキットを作ってみたいう感じなんですけど、やっぱ組みやすいですね。青島さん、昭和の頃もね、接着剤使わず、こういったね、差し込みタイプのキットをいっぱい出してたんでね、青島さんらしいかないう気がするんですけど、当然精度はだいぶ上がってますよね。はい、そしてね、ここのお尻部分のね、このブロックなんですけど、今見せましたね。このノズル付きのやつとね、交換が可能になってて、さっき今はめてたやつっていうのはポリキャップで四角のポリキャップになります。四角のポリキャップになってるんでね、後で取り外しは、付け替えは簡単です。はい、そしてここのね、腰の引き出し、前後の引き出しの、はい、ギミックのところに差し込んで頭部もつけて、なんか雰囲気ね、できてきましたね。はい、次はね、腕の工作の方に入っております。腕は左右同じランナー使ってますね。はい、コスト下げるにはね、同じランナー使ってね、そういう風にしていただいた方がね、作り手、買い手としてはね、ありがたいですかね。それでもやっぱりね、値段が定価で13,800円でしたっけ。で、消費税つくからね、結局15,000円ぐらいになっちゃうんですけど、もうなんかね、この頃、まあ、青島さんだけじゃなくてね、いろんなメーカーさん、めちゃくちゃ高くなってきてるんでね、なかなか手を出しにくい状態にはなってるんですけどね。でもね、まあ、実際、作ろうと思ってパッケージ開けた時に、ランナーたくさん入ってたんでね、ほんとびっくりしました。はい。もう、でも今の物価高は仕方ないかなとは思いますね。はい。いつまでニューキットを追っかけられるか、ちょっとね、私も不確かなんですけどね、結構しんどいですね。新キット全部は買えないですね。で、2個買いとかは若い頃はしてたけども、今の金額やこれじゃちょっとね、なかなか手が出しづらいんで、この1体をね、最終的にどう仕上げていくかはすごく、考えさせられますね。はい。そして今ね、ポリキャップはめるのにね、ちょっとやりにくかったんで、スパチュラ使ってね、こういう風にしてね、入れてます。人によって入れ方っていうのはね、様々かと思うんですけど、まあ、私こんな風にしてね、入れてます。はい。スパチュラのね、テーパーのところにね、ポリキャップ差し込んで、ギュッとキットの方に押し込んだ後ね、スパチュラの背のところでキュキュッと入れてあげるっていうことをしてますね。はい、腕もねこんな感じになってて、塗装しようかな思う時にね、またここバラすのはちょっと大変な構造にはなってるんかなって思いながら組んでいきました。はい、でもね、このキャタピラのところはやっぱバラして色塗らないとちょっとねあかんかないう気はするんですけどね。またバラしながら塗るかな。はい。はい。腕ね、あと、ここもね、変形考えた時にもう手首をね、取り外しにするか、内部に引っ込めるかいうところになるとは思うんですけどね、内部引っ込めはね、今の、はい、構造を見た感じと手の大きさ考えるとちょっと難しいかなっていうふうに判断します。まあ、やるんだとしたら、取り外し式かなって思いながら組んでおりました。はい、次はね、足の方をやろうかないうことでね、足の方やってます。足のね、膝関節の方を組み立てていっております。はい、キャタピラーですね。キャタピラーは実はこういう風にね、膝関節とね、連動するように、こんな感じでね、くっついておりました。はい。こういうギミックになってたんでね、連動するんですね。よう考えてるなと思ってました。ここはね、このキットで一番感心したところですね。こんな風になってたんだっていう。はい。そしてね、これ、股関節のところのね、パーツですね。このようにつけていきます。ただね、軸がちょっと細いかな。ちょっと外れやすいかもしれないですね。ここの軸ね。はい。
腰パーツとねくっつくパーツがちょっと外れやすいところになるかなっていう感じです。はい、太ももでね両サイドのパーツ貼ります。あとそうそう、ここのね、あとその合体変形考えた時に太ももをね伸縮で、膝下に入れなきゃいけなくなるんで、そこが難しいですよね。そこは難しい。考えてるんですけどね、どういうギミックにするかね。ここね。で、内部フレームチックなこの作りになってるんで、今お見せしてる通り、ここをね、どうスライドで伸縮さすかっていうのがね、すごく悩ましいです。考え中です。ザブングルとかイデオンとかも伸縮するじゃないですか、足。まあ、当時の80年代のね、ロボットには割と多いんですけど、ここの伸縮がね、結構、泣かせどころですかね、改造を考えたときに。ここがね、まあ、一つの変形合体のね、クリアせなあかんポイントかな。はい、磁石使おうかな、どうしようかないうところはあるんですけれど。はい、で、あとここのね、膝のアーマーのとこ、ここもね、稼働させるようにせなあきませんね。ここも前にパカって曲がって、はい、足がこうぐにゃっと、戦車形態になるときにね、タンク形態になるときにね、内側に曲がってくれなあかんのでね。はい、そしてね、今度はね、ランドライガーの方を作ってますね。足ですね、草履になるところですね、ダンクーガーのね。これがね、まあ、クーガもね、ライガもね、もうなんとなく似てるけどね、違うんですよね。前輪のとことかがね、全然違ってたりしてね、まあ、飛ぶは当然違うんですけど、あと、砲塔もね、違ってたりします。なんかでもこれ見てるとね、このラインに沿って切って、もう関節入れてあげて、あと顔とかね、ちょっと作ってあげるだけでね、これ変形できるんちゃうのっていう作りになってます。ただ、そう、今入れてるここの足首関節のとこだけね、どうしようかないのあるんですよね。合体させるんやったら、ここのパーツって取り外して砲塔のね、基部にして、で、合体パーツを、ヒューマノイドとかね、ビーストモードのはい、獣の絵になった時の腰の部分に出てくるパーツと合体させなあかんっていうね。で、その合体のこう、コネクタっていうのをモス側の足の方に作ってやらなあかんでしょうから、で、それが動くようにね、そこをちょっとね、今考えたりしてるんですけどね、そういうギミックになるかなとは思ってます。やるんだったらね。はい。で、これがお腹の部分、腹の内側の部分ですね。はい。で、両サイドね、こうやって止めてて、これはね、できるんかなっていう気がします。改造するなら。ただ、改造した時に、あとはこう、保持力、どうしてもね、結構重量かかってくるところになるんで、バラバラにならないように変形後、このタンク形態にした時に、なんかね、こう、ストッパーかなんかみたいなのつけてないと、なんか綺麗に立たないんちゃうかなっていう嫌な予感もしてます。でも、なんとかしたいなっていう気は正直あるんで、考え中です。あ、今つけたところが、モスとの合体のブロックになるかなっていうところなんですけどね。超合金とかやったら、ね、ここのとこが割とこう、もうちょっと上に出ててね、なんか合体できる、こう、ピンみたいな役割になってたとこだと思うんですけどね、ここがちょっとね、結構オミットされてて短めになってます。はい、と思います。もうちょっとね、記憶が超合金の方は古いもんで、実家の方に置いてあるんで、はい、思い出せないところもあるんですけど、大きさ的にはこれ超合金のね、やつと同じぐらいの大きさなん違うかな思いますね。もうちょっとちっちゃいかな、超合金の方が。はい。これをね、組んでますね。はい。ね、これ見てるとね、変形させたろかな、やっぱり雪にはなってきます。はい。で、今入れてるとこがね、砲塔のとこでね、ここも動かしたくなりますよね。で、足首もね、これも動かしたくなりますよね。腕が出てくるんですよね、こっからね、ヒューマノイドの時。で、顔のとこもね、ライオンになるんですけど、タンクの時はね、これがこう、うまいことね、収納されてるんですよね。で、今ちょっと、
上に組み立て中で見えてるゴールドのパーツの真ん中辺のとこ、あれ後頭部になるんですよね。ヒューマノイドの時のがね、いろいろこうね、どうしようかないうのは組みながらね、そして今も組んだ後も考えてます。はい、ただやるかどうかは何度も言いますけどまだ分かりません。はい、でもやってみたいです。はい、はい、それではね、コックピットの方もね取り付けまして、後ろの砲塔もね後ろに向かって刺すという、ここはね砲塔をこうぐるんと回転できるようにね改造してあげなあかんところになるんですけれど、はい、そしてクーガの方もう作りはライガとほとんど一緒です。はい、女性がね乗ってたやつでね、シャピロの元恋人、シャピロいうのが敵に落ちた、元地球人なんですけどね、元というか地球人なんですけどね、なんかその辺の恋愛話がねゴテゴテしてたはい、そういったアニメだったかなと思います。はい、そしてね、主題歌がね当時アイドルの藤原理恵さんの方がね歌ってましてね、藤原理恵さん岡山の人でね、私も岡山の人だったんでね、で確か学年一緒なのかな。で別に同じ学校とかじゃなかったんですけどね、なんか同じ年やわとか思ってね、当時、なんかアイドルしてたな思ってたら、ちょっと経ったらね CC ガールズで同じ名前の人でねよく似た人が出てたら本人でしたっていうはい、話があるんですけどね。はい、藤原理恵さん、今でもお元気なんでしょうかね。あとドラマではね、石野陽子さんと一緒に出てた渡辺美里のマイ・レボリューションの歌がかかってたドラマですね、あれにもなんか出ておられたかなって思いますけどね、今もお元気でね、おられるんですかね。最近芸能活動の方はちょっとお見えしてないんですけどね。はい、でも CC ガールズされてた時にね、アイドル時代と違ってね歌がなんかめちゃくちゃ上手くなって、こうパンチのある歌ってた、なんかそんなイメージがあるんでね、もう変わりようにはね驚きましたけどね。はい、まあちなみに岡山には藤原姓の方がねかなり多かったんですけどね、藤原つながりでね、主人公の方は藤原忍さんでしたっけね、イーグルファイター乗ってるのはね、やってやるぜの人ですね。はい、それではね、またこれもね形がねどんどんそういう、はい、お話ししてるとできてきてはいるんですけどね。はい、キャノピーもね取り付けてあげます。でこのクーガーはね、こう顔の鼻がね内側にクリッと変形して入っちゃってる形になってるんでね、鼻面がね短くなってるんですよ、タンクモードの時。ただ確かね昔の最初の超合金はね鼻面そこが動かなくってへこんだままだったような気がします。はい、でライガと違ってここが車輪になってるんですよね、キャタピラじゃないんですよねっていうのが、はい、クーガーですね。はい、もうすぐできる感じですかね。で、はい、足のとこ入れて、こちらもね足入れて、ね、足もこういう風にね別パーツでねこういう風に入れられてるとね、やっぱ改造触りたいかなっていう気は私はしてきます。はい、そこまで思わない人は思わないんでしょうけどね、やっぱなんかずっとこうね長年こういうキャラクターもののね改造をしてきたものとしてはね、しかもこれで出るっていうのを知らなかったというか、自分で何とかしたいな思ってスクラッチしたいな思ってた時もあったんで、こういうの見ちゃうとね、いやここまでできてるキットがあるんやったらやっぱやりたいよねっていうのが、はい、このキット作りながらのね感想なんですよね。はい、ただすぐやるかどうかあれですけどね、でも本当にできるかどうかあれなんですけどね、またできたらね、動画にしてね皆さんに見てもらおうかないう気もあります。はい、はい、足入れてます。太ももを刺しました。ここがね割と落ちやすいとこなんですよね。はい、でも保持力高める方法は私分かってるんでね、はい、後でなんとかします。はい、肩も入れて
足首ね、このように入れてあげます。はい、もうほぼこれで形できたところで、あとは砲塔のとこですね。背中の見栄え重視のやつと大きいやつとね。はい、私でも見栄え重視小さくしなくてもいいんちゃうかな、雪はね、作って思ったんですけどね。青島の開発の人ごめんなさいってやつなんですけどね。はい、ちっちゃいの入れてますけど、ただちっちゃいのはね、この2つに分かれてるんで、銅が回るときにちゃんともうこれほら分割してるんでね、銅が回った時に回ってくれます。でもう一個の大きい方はね、銅回った時にね、分割されてないんでね、回らないっていうね。まあもう前から見た時のゾウさんの花ですね。ダンクーガのゾウさんの花が分割してるからあれ回るけど、ゾウさんの花くっつけてたらどう回んないよねっていうあれですね。それが背中でもちょっと、はい、考えられてね、分割されたものと分割されてないもので、太いものとの両方が用意されているっていうのがこのギットになりますね。はい、で今作ってるのはね、ぶっとい方のね、軸ですね。回転軸、はい、可動ギミックのとこですね。はい、でこのポリキャップ入れてますけど、これがまあ 4mm と 5mm の穴のがまあ割と多い言ったんですけど、14番と15番かな、なんかそのポリキャップがめちゃくちゃ多かった気がします。はい、もう作ってるうちに今度どっち14番15番と思いながらね、切りながらで、めちゃくちゃたくさんあるんでね、ランナー2枚同じポリキャップが入ってて、はい、2枚使いながら、いや14番15番こんなにたくさんあるの思いながらね、はい、記憶に残ってます。はい、はい、このキット来たのはね、5月17日の日曜日に届きましたね。はい、でもその日すぐ作りました。で作りながらね、時間見てたらね、1時ぐらいから作り始めてね、4時過ぎにできてたって感じなんでね、もうほぼ4、5時間ぐらいかかったかなっていう感じですね。はい、砲塔の方ね、組み上げていきますけどね。青島さんから直接買った方々はね、いつ届いたんでしょうね。はい。まあ、青島さんから買うって言ったら、やっぱり一般売りのこちらよりも、やっぱり背中にね、砲塔がついた方のブースターユニットで、はい、ダンクーガーの各メカが持ってる武器が合体したね、砲塔。あれ、銃を持たせるっていう目的で買った人の方がね、割といるんじゃないかと思います。ただ私は値段に負けました。はい、値段で、高いとか思って欲しいけど手が出ないみたいな。はい。頑張って銃スクラッチ後でしようかとか思ったりね、背中のバックパックの砲塔付きもね、頑張ってスクラッチしようかとか思いながらね、こっち選びました。はい。はい、で羽の方のねギミックもね、あんまりこう今まで見たことないようなポリキャップのね軸入っててね、あ、こうやって止めるんやみたいなんでねやってます。ここなんですけど、これがねピンがあってね、ちょっとね後で今見てて、よく見えるかな、こういう感じのねポリキャップはめるようになってます。はい、で羽をねもうこうグリグリと入れていくだけなんですけどね、構造自体は割と簡単な構造ですね。であとはやっぱ物がでかいんで、へたらないようにね、割とこのピンがね太めのものを使ってるっていう感じですかね。はい、こちらのね反対側の羽の方もね進めておりますけどね、構造自体は結構ね簡単ですね。でまたここにポリキャップを入れます。でこちら下のね小さい羽の方にも同じポリキャップ入れます。でこちらにこのね角材棒で、角材棒の中心のところ、今取り付けてるところにポリキャップ軸があるんで、これで、固定させます。はい、でなかなか入りづらかったんでスパチュラ使ってね、押さえ込んじゃおうかなっていう感じですね。はい、押さえ直ししてますね。いまいちやったんでね。でちょっと画角から外れててすいませんけどね、押し込もうとしてますね。
はい、入りました。下の羽、ちっちゃい下の羽が入りました。大きい羽も入れて、あとは、はい、はめ合わせです。はい、これではめ合わせできましたね。はい、あと、そうですね。この透明の剣をね、作っております。はい、そして不透明の方のね、剣も作りました。はい、剣のね、柄のところ、これゴールド系のね、樹脂ですけどね。はい。つばのところを入れてあげて、あと塚をつけてあげるっていう、そんな感じですね。塚のところにミライト入れて光らしてもいいのかもしれないですね。はい、それではね、ダンクーが組み立ててみたんですけどね、最終的にどういう改造するのかもうせずに塗装だけでいくのかね、まだ決まりきってはないんですけどね、またね、間を置いて制作動画の方ね、本ちゃんの制作動画やりたいかなと思ってます。ガッチャマンの G35 の方どうなったのっていう方おられると思います。それはね、ちょっとしばらくお待ちください。ちょっとだけやり直しやってたんでね。はい、それではまた今回もご視聴ありがとうございました。